はい、こんにちは。今日はですね、2022年からちょっとやろうと思ってることをお伝えしたいと思います。2021年もヨーロッパを中心にいろんなところに行ったんですけれども、大変な状況ではありますけれども、仕事もあるので、行けるところに行くっていう感じで旅を続けたいなというふうに思ってます。行ける国の中でやっぱ自分も行きたいなと思って必ず行く場所っていうのがあって、それがフランスなんですね。でフランスは今年も3回かな行って1年に1回はちょっとニースに行って、で、ニースの海岸のですね景色を見てニースでちょっと過ごしてっていうことをやりたいなというふうに思っています。フランス何かと縁があるというか、好きで行ってるんですけれども、2022年にですね何をやりたいかっていうと、フランスも行政のシステムとして県の制度があるんですね。海外にもその県があって、フランス本土、ヨーロッパの本土のところですね、それから海外の県っていうふうにあるんですけれども、その海外県を除くと95県フランスのその本土の方にですねあるんです。なので、その県をですね1個ずつこう回って、95県全部制覇して、でそれをちょっと動画に上げてみたいなというふうに思っています。じゃあ具体的にその県で何するかっていうと、まずその県にはもちろん県庁所在地っていうところがあって、でその県庁所在地には県庁があるわけですね。県庁に行ってそこでちょっと県庁の写真撮って滞在できればその県にして、その地元の人、その県に住んでる人にそれもちょっと許可を得てインタビューをして、それも動画に上げたいなというふうに思ってます。で、どんなことを聞くかっていうと、例えば日本に行ったことがありますかと。で日本のことで知っていることはありますか、それはどんなことですかっていうような日本に関すること、結構フランス人の方って日本好き、日本文化が好きっていう方結構いらっしゃるんですね。フランス人は日本が好きって言われてますけれども、じゃあ実際のところどうなのっていう本当に現地の人の答えを聞いて、改めてですねフランス人の日本人観っていうんですかね、そういったものをちょっと聞いてみたいなと思ってます。中には日本なんてとんでもないっていう人もいるかもしれないです。でその辺も含めてですね聞いてみたいなというふうに思っています。あとはインスタグラムでちょっと今クロワッサンのアカウントがあってですね、国内外問わずクロワッサンを1個ずつ買って食べて、でそれのレビューなんかをしてるんですけれども、おすすめのクロワッサンのお店ありますかっていうふうに聞いて、でちょっと食べてみようかなとか、あとは街歩きですよね。あんまり自分は旅をする時に観光っていうものはしないんですけれども、フランスのなんでしょうね、日本人があんまり行かないような県とかももちろんあるわけで、そことかですね、もちろんパリとかマルセイユとか街歩きで現地の風景、そういったところをちょっと収めてですね動画にしてみたいなというふうに思っています。ちなみにフランス語で日本のことを何知ってますか、日本のどんなことを知ってますかっていうふうに言うのは Qu'est-ce que vous connaissez du Japon? Qu'est-ce que vous connaissez du Japon? って言います。
でもしですね皆さん、こんなことも聞いてもらいたいとか、フランス人にこんなことを聞いてほしいですとか、そういうことがあればご意見とかをですねいただければ、それも含めてですね今後どんどんブラッシュアップしていきたいなというふうに思ってます。どこにどの県があって、じゃあその県は何番なのっていうのをちょっと勉強するためにこんなものをちょっと買ってみました。見えますかね。これ日本でもありますよね。都道府県パズルっていうんですか。パズルがあって、で何番はどこでっていうようなこんなやつをちょっとですね試しに買ってみました。ちなみに今まで自分が行ったことがあるフランスの場所って、パリ、マルセイユ、ニース、ノルマンディー地方のディエップっていうところなんですけれども、それしかないんです。意外と何回も同じようなところにしか行ってないので、固まってるというか偏りがあったんです。フランスの全土をですねちょっと回ってみたいなと、場合によっては車を使ってですねちょっと行って現地の様子見ていきたいなというふうに思ってます。でちなみにニースってパズルのピースでいうとこんなんなんですね。で06番がニースになります。で、マルセイユが13番、ちょっとここにマルセイユって書いてないんですけれども、マルセイユは13番の県です。ブッシュ・デュ・ロンっていう県になります。で、ニースはアルプ・マリティンっていう県になります。でパリのあたりって日本でいう地方みたいなもので地域圏っていうのがあるんですけれども、フランスの行政でイル・ド・フランス行政権っていうのがあって、それがこんな感じなんですね。ちょっと固まっているというか小さすぎて分かんないんですけれども、パリにもですね20区あって、でパリは県の番号でいうと75っていうところなんですけど、パリの中は20区あるので、パリは20区それぞれちょっと回ってみたいなというふうに思ってます。こんな感じで地図ちょっと側だけ作ったんですけれども、まっさらな状態というか、このフランスの地図が白抜きになっているやつです。でここに1個ずつ例えばニースだったらこことかこんな感じでちょっと埋めていってですねどんどん行きたいなと思ってるんですけれども、この地図をちょっと埋めていく関係で多分なんていうんですかね、隣接しているところを行った方が地図もちょっと作りやすいかなと思ってる。パリってこの辺なんですけど、でニースがここなので、パリ周辺からこの辺からこう行くとかで、ニースに行ってこの辺からじわじわこっちの方に行くとか、そんなことをちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。自分すごくニースが好きで年1回は必ず行くようにしてるんですけれども、2022年もですね最初はまずニースに行ってみようかなと思ってます。ちょっと冬の時期に行くので、やっぱニースは冬はオフシーズン、一応オフシーズンっていう形になっているので、ホテル代もそこまで高くないですし、冬晴れですごく綺麗な海岸線のところもですね晴れれば見れると思うので、ちょっとそれを期待してですね今度まずニースからちょっと行ってみようかなというふうに思っています。もちろんパリにも行くので、パリの何区かっていうところ、何区になるかわからないですけれども、そこをちょっと訪れてですね、それもちょっと動画に上げたいなというふうに思っています。フランスには95県ありますとお伝えしました。で日本にはねもちろん47都道府県っていうのが
あって、47都道府県全て行ったことあるわけじゃないんですね。まだ行ったことない県がいくつかあってっていう状態なんですけど、47都道府県を全部制覇する前に、まずフランスの95県をちょっと制覇したいなと思ってます。なのでフランス95県制覇するまでにちょっと日本で行けない県とかももしかしたら出てきちゃうかもしれないですけど、まずちょっとですねフランスの95県何年かかるか分かんないですけど、ライフワーク的な感じでやっていこうかなと、そんなことをですね2022年からやっていこうかなと思ってます。で今日はですねその決意表明というかちょっと説明をですねして、今後ですね95県制覇の旅で、また動画をアップしていきたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。じゃあ、次はですねフランスのどこかの県でお会いしましょう。